皆さんこんにちは。サイバーコネクト2ゲームクリエイターセミナー第5回テクニカルアーティスト編の前編を始めさせていただきます。株式会社サイバーコネクト2でリードテクニカルアーティストをしているものです。各タイトルの技術的なサポート業務を担当しております。本日はよろしくお願いいたします。現在、サイバーコネクト2ではテクニカルアーティストをはじめとしてアーティスト職を全8職種募集しております。今回はテクニカルアーティストについてのセミナーとなります。プログラムはこちらの内容となります。前編、後編の2回に分けて配信いたします。今回は前編となります。記載されている5項目について説明を行います。本セミナーは主に初心者の方へ向けた内容となります。テクニカルアーティストに興味があり、テクニカルアーティストのことを知りたい方や目指したいと考えている方への内容となります。テクニカルアーティストを知るきっかけであったり、テクニカルアーティストを目指す方のお力になれればと思います。それではセミナーの本題に進んでまいります。本セミナーの中では、テクニカルアーティストを TA と省略して表記している箇所があります。TA と記載している箇所は、すべてテクニカルアーティストとなる点にご留意いただけますと幸いです。また、テクニカルアーティストは業務を行う領域が多岐にわたるため、会社、人などの単位で解釈や定義が異なることがあります。本セミナーではなるべく共通の項目を扱うようにしておりますが、この点にもご留意いただけますと幸いです。そもそもテクニカルアーティストはどのような役職なのでしょうか。ゲーム業界におけるテクニカルアーティストは、アーティストとプログラマーの橋渡し、もしくは架け橋のような役割とよく言われます。橋渡しという言葉に象徴されるように、ゲーム内でそのまま利用されるようなアセット、データを作ることは多くありません。アセットやデータを作成しない代わりに、アーティストとプログラマーの間で困っていることを解決したり、表現したいことを実現したりする役割を担うことが多いです。このように問題解決などを担うテクニカルアーティストですが、どのようにして誕生したのでしょうか。もともとは映像業界の職種から来ています。映像業界では会社や役割によって異なりますが、テクニカルアーティストと呼ばれる職種やテクニカルディレクターと呼ばれる職種などがあります。このような映像業界の流れを組み、ゲーム業界ではテクニカルアーティストやテクニカルアニメーターといった職種があります。突然誕生したわけではなく、アーティストやプログラマーが結果的にテクニカルアーティストの役割を担うという形から始まりました。テクニカルアーティストが誕生する前は、自分でスクリプトやツールを作っているアーティストや、アーティストの要望に応えるプログラマーがいるケースというのがありました。近年では役職を変え、テクニカルアーティストとして専任となる方が増えてきました。このような経緯もあり、ゲーム業界で少しずつテクニカルアーティストが増えてきました。近年ではテクニカルアーティストがより一層必要となったため、新卒からテクニカルアーティストになる方も少しずつ増えてきています。ここまではテクニカルアーティストの成り立ちについて紹介してまいりました。テクニカルアーティストが増えてきた背景にはどのようなことがあるのでしょうか。近年のゲーム開発では大きく2つの点が顕著になってきていると言えます。一つ目は多様化です。皆さんもご存知の通り、近年のゲームはマルチプラットフォームへの対応が多く、ゲーム機やスマートフォンの両方で遊べるゲームも増えてきています。そしてゲーム開発が大規模化となり、開発に携わる人数も増えてきています。開発に携わる人数が増えることによって、職種についても細かく分かれるようになりました。次に専門家です。技術の進歩により表現できる幅も増えた一方で、高い技術を利用して高い品質が求められるようになりました。また、取り組む領域ごとに職種を立てて、それぞれが専任として取り組む形が色濃くなってきました。このようにゲーム業界は多様化や専門化が進行している状況です。この2つが進んだ現在、何が起きているのでしょうか。代表的な例として、大量の物量への対応であったり、クオリティ・品質の担保であったり、限られた人数での制作であったり、
職種や領域間の分断ということが起きています。これらの事象に対して取り組むためには、品質と効率が共存しつつ、開発できる環境、体制づくりといったことや、分断されつつある分野を横断的にサポートする環境、体制づくりということを行う必要があります。すでにある役職では対応しきれない、これらについて取り組む役職というのが新たに必要となりました。それがテクニカルアーティストになります。テクニカルアーティストは、品質と効率が共存しつつ生息が可能なワークフローの構築を行ったり、アーティストとプログラマーを横断的につなぐ役割を担う形となります。主にこの2点を軸としてテクニカルアーティストは業務を行うこととなります。ここまではテクニカルアーティストが取り組む軸について説明を行ってまいりました。では、テクニカルアーティストはどのような領域、分野において活躍しているのでしょうか。ここからはテクニカルアーティストが取り組む領域についてよくある誤解から紐解いていきます。テクニカルアーティストのよくある誤解として2つの誤解があると思います。まずはテクニカルアーティストの業務内容についての誤解から紐解いてまいります。テクニカルアーティストはリグやツールを作る人のことですかと誤解されることがよくあります。リグやツールはあくまでも一つの領域です。テクニカルアーティストの中でそれらを作成することを主に行っている方もいらっしゃいますが、それぞれはあくまでもテクニカルアーティストが携わる領域の一部です。先にテクニカルアーティストはプログラマーとアーティストの間であるという説明をしたかと思いますが、テクニカルアーティストは図にある通り、プログラマーとアーティストの間のグラデーションが領域の一つであると言えるでしょう。このグラデーションの中にツールやリグを当てはめるとこのような位置になるかと思います。ただ、テクニカルアーティストはこれ以外にも取り組む場合があります。いくつかピックアップして配置してみました。あくまで一例ですが、テクニカルアーティストが携わる可能性のある様々な領域がグラデーションの中に存在することがわかるかと思います。また、テクニカルアーティストが取り組む範囲は、プログラマーやアーティストの間のグラデーションだけではありません。モデル、モーション、ユーザーインターフェース、背景、エフェクト、シネマティックなどのアーティストに対しても、テクニカルアーティストが携わる可能性のある領域は及びます。このようにテクニカルアーティストはモーションだけ、エフェクトだけのように個別の職種だけではなく、すべてのアーティスト職種に対して関わる可能性があるということがわかるかと思います。さらに、ゲームエンジンの拡張やミドルウェアの検証を行う場合もありますし、ゲーム制作時のアセットのルール作成やレギュレーションの構築、パフォーマンスチューニングなども担うことがあります。このようにテクニカルアーティストはアーティストとプログラマーの間はもちろんのこと、アーティスト職の間でも仕事を行っています。採用の募集要項にリギングやツール制作が記載されていることが多かったりすることがあるため誤解されがちなのですが、実際は様々な領域においてテクニカルアーティストが活躍しています。テクニカルアーティストの業務内容についての誤解は以上です。次に業務範囲についての誤解を紐解いていきたいと思います。先に説明した通り、テクニカルアーティストが携わる可能性のある領域は広範囲になります。テクニカルアーティストは深く広い知識が必要なのかということです。実際は専門とする領域は異なっています。ありとあらゆる分野に精通されている方というのは極めて稀なケースであると言えます。先に説明した通り、テクニカルアーティストの領域の範囲は様々な要素があります。その中でもツールだけを担当する方がいたり、シェーダーなどを担当する方もいらっしゃいます。このため、テクニカルアーティストには様々な知識が必要であるという誤解については、担当する領域や範囲の中においての深い知識で活躍しているということが多くの形になります。会社によってテクニカルアーティストの募集要項が異なる理由は、テクニカルアーティストそれぞれで担当する範囲が異なること、会社ごとにテクニカルアーティストに担ってほしい範囲が異なるためとなります。それぞれで異なるという点が広範囲と誤解されることにつながっているかと思います。このようにそれぞれの会社でテクニカルアーティストの範囲は異なっていますが、テクニカルアーティストはそれぞれの領域において活躍しています。ただ、そのテクニカルアーティストもテクニカルアーティストだけで何かをするということはほとんどありません。
アーティストやプログラマーとコミュニケーションを取りながら、それぞれが専門とする領域を中心に日々業務を行っています。ここまではテクニカルアーティストの領域について説明を行ってまいりました。では、テクニカルアーティストは領域の中でどのようなことを求められているのでしょうか。テクニカルアーティストはそれぞれで異なります。一概にこれが求められていますと言い切れるものではありませんが、大まかに次のことが求められているように思います。このセクションではこのそれぞれの項目について説明します。まずは翻訳と提案です。テクニカルアーティストの仕事は依頼を受けて依頼通りにこなすではありません。要望や問題を依頼として受けることが多いですが、依頼の内容をそのまま見るのではなく、依頼した方が気づいていないことや本当に困っていることなど、より深い要素について掘り下げを行います。これは氷山の一角に置き換えることができるかと思います。目に見えてわかるような表面的に困っていることだけではなく、その裏側にあることを考えて解決に導いていくことが求められます。テクニカルアーティストは依頼者が本当に困っていることや気づいていない問題など、依頼や要望の裏側にある依頼者が抱えているものを翻訳し、言葉や文字で論理的に説明できるようにします。この翻訳した内容から問題を解決へと導くために、アーティストやプログラマーとコミュニケーションを重ねる中で提案や実装を進めていきます。翻訳と提案については以上です。次に視点と視野です。テクニカルアーティストの仕事は依頼を受けた内容だけを考えるではありません。アーティストが都合が良くても、プログラマーにとっては都合が悪いこともあるため、それぞれの立場で考える必要性があります。個人単位やプロジェクト全体などの範囲で考える必要もあります。このように視点や視野を変えて考えることが求められています。視点や視野を変えて考える上で重要なことはバランスを考えるということです。例えば優先度であったり、時間や期間であったり、パフォーマンスとクオリティであったりと、多くの内容を天秤にかけてバランスを取ることも求められます。なぜそうするのか、アーティストやプログラマーに説明する必要もあります。説明を通じて理解や協力を得ることになりますので、テクニカルアーティストには論理的に説明する能力も求められます。視点と視野については以上です。最後に向上と探求です。どの職種においても向上心と探求心については求められる要素の一つに挙げられますが、テクニカルアーティストはその中でもより重要な要素かと思います。向上心については、環境をもっと良くできないか、より良い方法や手法はないかなど、現状で満足することなく、より良くできないかを考えることが求められます。次に探求心については、新しい技術がないか、取り入れられる技術がないかなど、新旧様々な技術や情報に対してアンテナを広げ続けることが求められます。テクニカルアーティストはこの向上心と探求心の2つでゲーム開発を支えていると言えます。ここまではテクニカルアーティストに求められていることについて説明を行ってまいりました。ここからは広い領域の一部の話ではありますが、テクニカルアーティストが行う具体例を通して理解を深めていただければと思います。ゲーム画面上に表示された武器を画像としてトリミングし、アイコン画像に変換する作業を例に説明を進めます。一連の作業を行うツールが欲しいという依頼がアーティストからあったとして話を進めていきます。依頼を受けた際にテクニカルアーティストは次のようなことを考えるかと思います。武器の一つ一つをキャプチャーしていくのか、武器のモデルを更新するたびにキャプチャーをする必要があるのかということです。作業工程を見つめ直し、この依頼の裏側にあるアーティストが本当に困っていることを考えます。コミュニケーションの中でアーティストが困っていることを深掘りしていきます。アーティストは更新した時に自動で撮影してもらえると助かるということが判明したということにしましょう。これは翻訳提案につながることです。深掘りした情報をもとにアーティストの武器モデル更新から撮影までという一連の流れを俯瞰して考えてみます。現状の想定ではアーティストがモデルを作成したり更新したりする際にツールが実行されアイコンが作成されます。これで要件を満たしているようにも見えます。この流れの場合、アーティストがそれぞれモデルを作成したり更新したりするたびにツールを利用してアイコンを作成する形になります。
ここでテクニカルアーティストは次のようなことを考えるかと思います。アーティストが一斉にモデルを作成したり、1日に何回も更新したりするかもしれない。頻繁にデータが更新されることで、無駄なデータや混在することになるかもしれない。アーティストがツールの実行を忘れたり、アイコンの更新が漏れることがあるかもしれない。ということなどです。現状の流れに対して視点や視野を変えて考えてみましょう。アーティストが更新したタイミングでツールを実行するのではなく、一定のタイミングで自動的にまとめて処理するようにしてみましょう。こうすると更新があるモデルに対して一括でツールを適用することができます。例えば、昼間にアーティストが作業を行い、夜間にツールを自動で実行すると、翌朝には前の日の更新が全て適用された状態になります。自動的に実行されることで、アイコンは常に最新の状態を保つことができます。前の日に何回更新しても、最後の更新だけアイコンになるので、データの無駄もなくなります。また、アーティストはモデルの作成だけに集中することもできます。このように視点や視野を変えることで一人一人の作業ではなくワークフロー全体の大きな改善を行うことができます。このような改善はテクニカルアーティストの持つ向上心や探求心が根幹となり成り立っています。ここまでは具体例を通してテクニカルアーティストが取り組んでいることを紹介してまいりました。最後にまとめとなります。今回はテクニカルアーティストの背景、役割、仕事について紹介を行ってきました。背景については多様化と専門家の間で活躍している点について紹介してきました。役割についてはアーティストとプログラマーの架け橋となっている点について紹介しました。仕事については依頼の裏側にある問題も含めて考えている点について紹介しました。今回を通してテクニカルアーティストそのものについての理解を深めていただけたかと思います。後編ではそこからテクニカルアーティストを目指すための指針について紹介できればと思います。本セミナーを開催するにあたり、掲載している URL を参考にスライドの作成を行っております。最後にお知らせです。ゲームクリエイターを目指す方へおすすめのサイバーコネクト2の書籍のキャンペーンを行っております。この機会にぜひご利用ください。キャンペーンの詳細は概要欄のリンクをご覧ください。以上をもちまして、サイバーコネクト2ゲームクリエイターセミナー第5回テクニカルアーティスト編前編は終了となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。